VR テンプレートを開けたら VR ポーンっていうのがあって、テレポートしかできない。ネットで連続してスムーズ移動ならキャラクタークラスが使えるって出てくる。え、ポーンとキャラって違うの？なんでテンプレートと違うクラスを使うのって思いませんか？わかります。私も最初、この違いがわからなくてめちゃくちゃ遠回りしました。さて、まずは結論から言います。VR でスティックを使ったスムーズな歩行を実装したいなら選ぶべきは注目キャラクタークラスなんです。なぜなら、キャラクタークラスにはキャラクタームーブメントコンポーネントっていう歩行専用の最強の初期装備が最初からフルセットで搭載されてるからなんです。次は、アンリアルエンジンの標準の移動機能を使いたいので、VRAL ポーンの親クラスをキャラクターに変更します。まずは、クラス設定を選択。右側の詳細、クラスオプションの下にある親クラスの設定を変更します。ポーンからキャラクターにしますが、検索枠内にキャラクターと入力することですぐに見つけることもできます。親クラスがキャラクターになったことを確認します。さて、次の冒険は、アンリアルエンジンの謎の設定項目、コントローラー回転の量を設定するです。チェックが入っていると、マウスでキャラクターの視線を変えますよという意味になります。ポーンからキャラクターに変更すると、チェックが入るので外します。それでは実際に操作していきます。デフォルト設定を選択。画面右側の詳細、検索窓でコントロールと入力すると、ユーズコントローラーローテーションヤオが見えてくると思います。私は一度外しているので、チェックは入っていません。四角い枠内をクリックすると、チェックのオンオフができます。今回はオフにします。今紹介したユーズコントローラーローテーション、ヨーの動作についてですが、これはサイルの回転、首をイヤイヤって横に振る動作ですね。オフにするとキャラクター本体は回転しなくなります。視点は完全に頭の動きとだけ連動します。じゃあ、体の向きはどうやって変えるのって思いますよね。いい質問です。体の回転は一時別の操作として作ってあげるんです。例えば、右スティックをカチッと倒したら、視界がカクンと45度だけ回転するスナップターン。この設定も後ほど説明しますね。ヨーの他にも、ピッチ。これは上下の回転。うんうんって聞こえる動き。ロール。これは傾き。あれれって首をかきすぎる動きです。これらのチェックも外れているか確認しましょう。次はいよいよコントローラーの設定を行っていきますね。まずはコンテンツブラウザの VR テンプレートフォルダの中にあるインプットフォルダを開いてください。その中にある IMC デフォルトというファイルをダブルクリックして開きます。設定画面が開きましたね。マッピングスの中にある IA Move と IA Turn。それぞれの左側にある小さな三角マークをクリックして展開してみましょう。そうすると、コントローラーの絵がずらっと出てきましたね。これらは各メーカーごとの設定を表しているんです。今回は一般的な操作方法に合わせて設定を変更していきましょう。具体的には、左スティックで前後左右の移動、そして右スティックで左右の回転、つまりスナップダウンができるようにしていきます。では、メタクエスト用に設定していきますよ。項目名はオキュラスタッチです。まず、IA Move の方にあるオキュラスタッチの項目を探してください。ここをオキュラスタッチ L サムスティック 2D 軸に変更します。これで左手で自由に移動できるようになります。もし実機でうまく動かない場合は、念のため他のメーカーの項目も同じように
左サムスティックに変更しておくと安心ですね。続いて、視点切り替えの設定です。人の IA ターンの方も同じくオキュラスタッチの項目を探します。こちらはオキュラスタッチ R サムスティック X 軸に変更しましょう。これで右手のスティックを左右に倒すと視点が回転するようになりますよ。保存アイコンをクリック。これを忘れると今の作業が全部水の泡になっちゃいますからね。しっかり保存して次の画面へ進みましょう。はい、それでは次に進みましょう。今回はキャラクターの移動に関わる設定、IA Move の調整を行っていきます。まずは場所の確認ですね。VR テンプレートフォルダの中にあるインプットフォルダを開いて。はい、そこにアクションというフォルダがありますね。その中にある IA Move というファイルをダブルクリックして開いてください。設定画面が開きましたか？まず最初にやるのは、この入力データの型を変えることです。アクションという項目の左側にある小さな三角マークをクリックして、詳細を表示させてください。ここに、バリュータイプという項目がありますね。今はここが、アクシス 1D フロート。つまり、一方向だけの数値になっていると思います。移動は、前後と左右の2方向が必要ですよね。なので、ここをクリックして、アクシス 2D ベクター 2D に変更してあげましょう。これで2方向の動きに対応できるようになります。続いて、その下にあるモディファイヤーの設定です。ここにはすでに何らかの値が入っているかもしれませんが、数値が意図せず変更されている可能性があるので、安全のために一度リセットします。モディファイヤーに入っている項目の右側にあるゴミ箱のアイコンをクリックして、削除しちゃってください。大丈夫、すぐに作り直しますからね。リストが空になったら、プラスのアイコンをクリックします。出てきたリストの中から、デッドゾーンを探して選んでください。このデッドゾーンというのは、コントローラーのスティックが少しぐらついただけで勝手に動いてしまうのを防ぐ大事な設定です。最後に数値を確認しておきましょう。デッドゾーンのステータスを開いて、ロアースレッショルドが 0.5、アッパースレッショルドが 1.0。この数値になっていれば完璧です。よし、これで設定完了と言いたいところですが、一番大事なことを忘れてはいけません。左上の保存アイコン。これを忘れると、今の作業が全部水の泡になっちゃいますからね。しっかり保存して次の画面へ進みましょう。さて、ここからはアンリアルエンジンの最大の特徴、ブループリントについて解説します。一言で言うと、これは英語のプログラムコードを書かなくてもゲームが作れる魔法の設計図のような機能です。仕組みはとってもシンプル。画面上の箱と線をつなぐだけ。まるでフローチャートやレゴブロックを組み立てるような感覚でキャラクターを動かしたり、アイテムを取ったりする仕組みが作れちゃうんです。難しいプログラミング言語を覚える必要がないので、私みたいな初心者でも直感的にすぐにゲーム作りを始められるのが最大のメリットですね。それでは VR テンプレート内のブループリントの中の VR ポーンをクリックしてブループリント編集画面を出します。はい、画面の中央付近でマウスのホイールを回してみましょう。これが拡大縮小となります。次にマウスの右ボタンでマップをつかみ、そのままマウスを動かすとプリント画面を動かすことができます。テンプレートでは最初からこの画面が作られており、今回はこれを利用しながら改造をしていきます。画面上の方にインプットアクションターン、スナップターンと隠れた塊を晒してみます。ブロックからブロックに線がつながっていますね。こんな感じに指示を出していくイメージです。これはスナップターンを意味しており、スティックを倒すと
倒した方向へ視野が移動するものとなります。そして、今回改造するのがこの一つだけ。インプットアクションムーブ、テレポートです。まずは完成形のイメージですが、こんな感じで自由に動き回れるようになります。作業を始める前に、今のテレポートの設計図をバックアップしておきたい方は、ノードを選択してコピーし、邪魔にならない場所に移動しておきましょう。補足ですが、ショートカットキーの説明です。Mac では、コピーはコマンドキーを押したまま C、貼り付けはコマンドキーを押したまま V です。Windows では、コピーはコントロールキーを押したまま C、貼り付けはコントロールキーを押したまま V です。最終的には古いテレポートの処理は消すか、線を切って動かないようにしておいてくださいね。では、メインの作業に入ります。IAMove というノードを探してください。この中にあるアクションバリューというピンの上で右クリック。メニューから構造体ピンを分割を探してクリックします。あれ？構造体ピンを分割が表示されないぞという方、焦らなくて大丈夫です。その場合は設定の確認が必要です。一度ブループリントを最小化して、コンテンツブラウザにある VR テンプレート内のインプット、アクションのところにある IAMove のデータ本体を開いてみてください。ここのバリュータイプかデジタルブールなどになっていませんか？これをアクシス 2D、ベクター 2D に変更してください。これめちゃくちゃ大事です。設定の詳細については、先ほど説明したところまで戻ってみてください。設定できたら、もう一度さっきのピンを右クリックしてみてください。今度はちゃんと分割できるはずです。無事に X と Y に分かれたら、余計なノードはまとめて削除してスッキリさせましょう。次に、右クリックで、Add Movement Input を検索して追加します。これをコピーして2つに増やし、間隔を空けて配置してください。一つは前後、もう一つは左右の動きに使います。そうしたら、IAMove のトリガードピンから白い線を伸ばして接続します。さらにそこからもう一つの Add Movement Input にもつなぎます。これでスティックを倒している間、常に移動命令を出し続けるという回路になりました。次に移動の基準となる向きを作ります。右クリックをします。メニューが出てきますので、その中から VR オリジンを選んで追加しましょう。これが VR 空間の基準点になります。さらにカメラを追加します。これがプレイヤーの目になるわけですね。さて、ここで一つポイントです。カメラを追加した際に、自動的にゲットカメラビューという項目も、表示されているかもしれません。今回は、シンプルに私たちが追加したカメラの方だけを使っていきたいんです。なので、このゲットカメラビューの方は、削除してしまって大丈夫です。これで余計な動きのない綺麗な構成になりましたね。さて、続いてはデータの流れを切り替えるためのセレクトというノードを追加していきましょう。画面上のノートが置かれていない何もないところで、まずはマウスを右クリックします。検索と書かれた部分をクリックして、ここに英語で SELECT セレクトと打ち込みます。日本語でも表示することがあります。そうすると候補が出てくるので、セレクトを選んでクリック。はい、これでセレクトモードが画面に追加されました。少しだけ寄り道をして、とっても重要な準備をしておきましょう。これから使うための変数というものをあらかじめ作っておきます。画面の左側に注目してください。変数、英語でバリアブルズと
書かれた項目がありますよね。その項目のすぐ横にある小さなプラスボタン、ポチッとクリックします。すると、リストに新しい変数が追加されて、名前を入力できる状態になったと思います。ここはわかりやすく名前を書いておきましょう。今回はカメラに向かって移動しているかどうかを判断するものにしたいので、英語で Moving toward camera と入力します。長いですが、単語の頭文字を大文字にすると後で読みやすくなりますよ。変数の名前が決まったら、次は変数の型を変更します。ここ、とっても大事なポイントですよ。右側、詳細パネルを見てください。ここをクリックして、リストの中から赤色のアイコンのブーリアンを選んでください。ブーリアン、ちょっと聞き慣れない言葉ですよね。でも、難しく考える必要はありません。これはお部屋の照明のスイッチと同じなんです。スイッチにはオンとオフしかありませんよね。それと同じで、このブーリアンも true、はい、か false、いいえ、この2つの状態だけを持つことができるんです。今回はこのスイッチをカメラの方向に向かって動くモードですかというプログラムへの質問として使っていきます。それではいよいよこのスイッチを配置していきましょう。先ほど作った画面左側にある Moving toward camera という変数をマウスで掴んで、そのまま画面の真ん中の広いエリアへドラッグ&ドロップします。ここで指を離します。すると小さなメニューがパッと出てきましたよね。ゲットにするか、セットにするか書かれています。今回はこの変数の中に入っている情報、つまり今オンなのかオフなのかを知りたいので、ゲットの方を選びましょう。はい。これで変数も箱が置かれました。情報をゲットするからゲット。わかりやすいですよね。配線をつないでいきますよ。まず、VR オリジンをセレクトノードのオプション0に。これはスイッチオフの時の基準です。次に、カメラをオプション1に。これがスイッチオンの時の基準です。そして、さっき置いた変数をセレクトノードのインデックスにつなぎます。これでスイッチ一つで移動の基準、体か顔かを切り替えられるようになりました。次に、セレクトの横にノードを追加します。右クリックをして検索窓で Get Right Vector を見つけて選択します。これはその名の通り、右方向が取得するための計算ですね。ここでストップ。画面をよーく見てくださいね。今追加したノードの横に Widget Interaction という頼んでいないノードが勝手にくっついてきたりしていませんか？これ、エンジンの新設機能がたまに暴走して余計なものを出しちゃうことがあるんです。もし、このウィジェットなんちゃらが出てきてしまった場合は、これだけ選んでデリートキーで消してしまって OK です。ゲットライトベクターだけが残るように整理してあげましょう。ここから計算に入ります。セレクトノードのリターンバリューから線を伸ばしてゲットライトベクトルにつなぎます。右方向を取得する計算ですね。次はゲットライトベクトルの右側を見てください。ここに黄色いピンがありますよね。これが右方向のデータが入っている出口です。ここからマウスでぐーっとチェーンを伸ばしてAdd Movement Inputまで持っていきます。つなぐ場所は
ホールドダイレクションというピンです。左右の移動設定、お疲れ様でした。続いては、前後の移動を作っていきます。と言っても、またゼロからノードを出してつないでなんて面倒なことはしません。プログラマーの必殺技、コキテを使っちゃいましょう。さっき苦労して作ったセレクトノードとそれにつながっている仲間たち、VR オリジン、カメラ、そして変数のムービングトゥワードカメラ。この一連の塊をマウスでぐぐーっと囲んでまとめて選択してください。全部がオレンジ色の枠で囲まれたら、キーボードのコントロールキーを押しながら C でコピー。そして移動してコントロールキーを押しながら V で貼り付け。はい、ドーン。これでそっくりそのまま同じセットがもう一つ出来上がりました。これをそのまま使って前後の動きを作っていきますよ。楽ちんですね。それではコピーしたノードを使って前後の動きを作っていきましょう。先ほど増やしたセレクトノードの右側のピンから線を伸ばします。ここで検索するのは Get Forward Vector です。日本語で前方とか検索しても出てこないことがあるので、こういう時は英語でフォワードと打つのが一番確実で早いですよ。リストから Get Forward Vector を見つけたらクリックして配置します。今回も追加したノードの横に Widget Interaction という頼んでいないノードが勝手にくっついてきたりしていませんか？もしこの Widget の出てきてしまった場合は、これだけ選んでデリートキーで消してしまって OK です。GetRightVector だけが残るように整理してあげましょう。セレクトノードの右側にある ReturnValue というピンからビューッと線を引っ張り出します。GetRightVector のターゲットへ接続します。そしてこのノードの右側にある黄色いピンから線を伸ばして、今度は画面の上の方にある Add Movement Input につなげます。つなぐ場所は同じくワールドダイレクションです。はい。これで、前へ動けという命令もバッチリ準備完了。最後にスティックの入力値をつなぎますが、ここで注意。Y は前後、X は左右です。ここを逆につなぐと、前に倒したのに横に進むという不思議な動きになっちゃいます。画面を左の方、一番最初の IA Move ノードのあたりに戻します。今回は X 軸と Y 軸の線をそれぞれ独立させて見やすくしたいので、中継地点となるリルートノードを合計4つ追加します。何もないところで右クリックして Add リルートノードと検索して配置しましょう。これを4回繰り返してポツポツと4つの点を打っておきます。この丸いピンはドラッグして自由に動かせます。入力値の X と Y の線がそれぞれカクカクっと直角にきれいに流れるように配置してあげましょう。では実際に線をつないでいきますよ。まずは左右の動きを担当するアクションバリュー X からです。IA Move にある緑色のピンから線を伸ばしていきなりゴールにはつなぎません。まず先ほど作った一つ目のリルートノードにつなぎます。そこから線を伸ばしてカクッと曲げて二つ目のリルートノードへ。そして最後にそこから左右用アドムーブメントインプットのスケールバリューへと接続します。これで信号が迷子にならずに流れるルートができました。同様に横移動のアクションバリュー Y もつなぎます。真ん中の緑色のピンから手前のリルートノードへ。
そこから奥のリルートノードへ中継して、最後は2つ目の Add Movement Input のスケールバリューに接続します。はい、どうでしょう。まるで電子回路のように美しく整理されましたね。長い設定作業、本当にお疲れ様でした。これで全てのロジックが完成しました。さあ、すぐにでも動かしてみたいところですが、その前に絶対に忘れてはいけない一番大事な儀式があります。画面の左上にあるコンパイルボタン、これを必ずクリックしてください。このボタンを押してチェックマークがつかないと、今までの設定がゲームに反映されません。あれ？動かないぞという時は、だいたいこれを忘れています。そして、念のためにその隣の保存を押しておきましょう。はい、これで準備万端です。ヘッドセットの準備はいいですか？再生ボタンの横にある点々点から VR プレビューを選んで、いざ自分の手で作った VR の世界に入ってみましょう。わー、すごーい。無事に入ることができました。でも、なんか違和感はありますね。視界の高さが気になります。身長が高いです。これを修正していきたいと思います。VR テンプレート内、ブループリンツ、VR ポーンを選択します。画面左のカプセルコンポーネントを選択。画面右側の形状を探してください。レーディアス、半径は34。ハーフハイト、半分の高さは34。変更しました。そして、ハーフハイトを変更したら、VR オリジンのトランスフォームの位置も変更しましょう。数値はマイナス入力で、今回はマイナス34と入力しました。それでは VR の世界へ。早速ですが、物を掴んでみましょう。銃を体に近づけてと、問題なく動けますね。掴んだもので物を動かす動作も大丈夫ですね。それでは、大きなものを掴んで干渉チェックしてみましょう。ボールの中に入ってしまいますが、ゲーム性としては視野があった方が進めますし、今回は良しとしましょう。皆さんはいかがでしょうか？今回はカプセルコンポーネントのハーフハイトは34、レイディアスも34、VR オリジントランスフォーム1の Z 方向についてはマイナス34の設定でいいみたいですね。さて、もう一度 VR プレビューで世界に入ってみましょう。動けるには動けるんですが、これ早すぎませんか？このスピード感が好きな人はそのままでも OK なんですが、私は、なんか酔いますね。それに、早すぎて目の前のボールを掴むのも難しいです。ということで、今回は快適に遊べるように、キャラクターの移動速度を調整していきましょう。VR テンプレート内のブループリントにある VR ボーンをクリックして開きます。そして画面の左側にあるコンポーネント一覧からキャラクタームーブメントという項目をクリックしてください。このキャラクタームーブメントというのはその名の通り移動のスペシャリストです。歩くのはもちろん泳いだり飛んだり落ちたり移動に関するあらゆる設定がここに詰まっています。設定を変えるために画面右側の詳細パネルを見てください。ウォークと検索するかスクロールしてキャラクタームーブメントウォーキングという項目を探します。ここの小さな三角マークをクリックするとずらっと設定が出てきましたね。まずはマックスウォークスピード。これがスティックを全開に倒した時の最高速度です。初期値の600だと速すぎるので半分の300に落としてみましょう。
次に、そのすぐ下にあるマックスウォークスピードクラウチと。これはスティックを少し倒した時のゆっくり移動の目安として調整します。300からさらに半分の150にしてみましょう。ちなみに、アンリアルエンジンの速度の単位はセンチメートル毎秒。つまり1秒間に何センチ進むかです。リアルな散歩、時速5キロを計算すると秒速およそ139センチ。ジョギング、時速 8.5 キロだと秒速およそ236センチになります。なので、もっとリアルな没入感が欲しいという方は、上の速度を236、下の速度を139くらいに設定するのがおすすめですよ。数値を変更したら、左上のコンパイルと保存を忘れずに。さあ、もう一度プレミアしてみましょう。これで落ち着いて歩けるようになりました。これでスティックを使って VR 空間を自由に、そして快適に歩き回る機能の完成です。はい。ということで、今回の動画はここまでです。皆さん、本当にお疲れ様でした。今日は盛りだくさんでしたね。セレクトノードを使って動きの切り替えを作ったり、ベクトルというちょっと難しい計算を使って前後左右の方向を決めたり、そして最後はプロっぽく配線を整理して移動速度までこだわって調整しました。正直、パズルみたいで頭がこんがらがった瞬間はあったかもしれません。でも、苦労して組み上げたプログラムを通して自分の足で VR 空間を歩いた瞬間、あの感動は何にも代え難いものがありますよね。これで皆さんの VR キャラクターは自由な足を手に入れました。ただ見るだけだった世界が自分の意思で探索できる世界に変わったんです。これってすごい進歩ですよ。ぜひ自分好みのスピードで作った世界を散歩してみてくださいね。この動画が役に立った、面白かったと思ってくれた方は、ぜひギルドへの加入、チャンネル登録と高評価で応援してくれるとすごく嬉しいです。コメントであなたがどの冒険者ランクを目指すか教えてくれるのも大歓迎ですよ。それではまた次の冒険でお会いしましょう。ギルドマスター見習いのクリエッタでした。またね。